どうも久しぶりです。田舎もんです。本格的にね、秋が来たっていう感じで心地のいい日々ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。自分はというとね、こう芸術の秋のせいなのか、これちょこちょこ手伝いに行ってる職場のね、駐車場の水たまりなんですけど、その中にね、すごいアートを発見してしまってね、セメントが混じってるからこんな風になるってことをね、誰かが言ってましたけど、めっちゃ綺麗じゃないですか。もうこれね、気がついたら5分ぐらいね、水たまりを撮影してましたよ。小さい頃はね、水たまりの中に本当に別の世界があると思って、なんか何分もね、眺めていたような気がするけど、なんかそんな気持ちをね、久しぶりに思い出しましたね。それもこれもね、この秋の気候によって、こうやってね、感性が刺激されてるのかもわかんないですね。そして夜は夜でね、この秋らしい澄んだ空気の中で輝く月と、思いのほかね、速いスピードで流れていく雲に若干の驚きを持ちつつ、それすなわち自分自身の人生もこうやって刻一刻と流れてるってことを感じて、なんか少し怖くなったりね。そんなどうでもいいことを思いながらね、日夜生きつつ、前回からの流れでちょこちょこと作業を進めていったので、今回もね、動画の中でお伝えしていこうと思います。ということで、前回ですね、このキッチンのぶっ壊したこの壁があったところの半分にね、こんな感じで棚を作りました。ところがですね、この収容能力が足りずですね、思っていたよりね、キッチンが片付かないわけですよ。こんな感じでね、洗った食器とか鍋とかもね、こういう風にええ加減に置いたものになってるんで、今回はこの棚をね、ちょっと付け足していきますよ。で、北側の部屋を通って、この西側のね、物置に行って、ちょっと材料を適当に集めます。で、ちょっとあいにくの雨なんですけどね、この間この北側の部屋には板を張ったんで、ここをね、作業場にすればええやんと思いついて、そういう場所としてちょっと活用していますよ。これまではね、木材加工するときにいちいち外でセッティングしてたんですけど、こうやってね、作業する場所を決めておくと何かとスムーズでね、今後ここでの作業が定着しそうな気がしますよ。で、やかましい作業は日中にやってね、蜜蝋を塗るとか、そういう作業は夜な夜なできるんで、そういう意味でもね、やっぱり作業場ってめっちゃ大事だなってね、思いましたね。で、この準備しておいた板を日中にね、前回と同じように貼っていきます。で、この横に渡してある木に留めてあるんでね、後ろに物も落ちていかないんで、ちょうどいいかなと思います。そしてサポートにこのまた斜めの木を入れて、これはね、カタカナのスを表現してみました。で、反対側のやつはね、漢字の入るになりますね。めちゃめちゃどうでもいいこだわりなんですけどね、文字があってええかなと思います。で、この左右はね、現物に合わせて切ればよかったんですが、問題は真ん中なんですよね。この既存の斜めサポートのこの角度も微妙に違うんで、ここはちょっとね、測って出すしかないんですよね。で、線を引いてみるとこんな感じで、これで多分合うやろなと思って切ってみます。これは一体何ですか？さっきはこう切ったんだけど、こう切らないかな。で、なんでこうなるんかちょっと理解できてないんですけど、さっき書いた対角線の逆で切ってみると、うまいこと言ったんですよね。ちょっと失敗しつつもね、3段目ができたんで、早速お片付けをしますよ。
いやマジでこの棚作りほんと楽しいですよ。下手したらね、一生この棚で遊べるんじゃないかっていう気さえね、最近してますよ。ということで、もう一段だけね、お付き合いください。ここに炊飯器の蒸気を避けて半分だけ入れていきます。で、その辺の板を拾ってきて、で、カンナで表面削るといいっていう風にね、コメントで教えてもらったんで、物置から引っ張り出してきてチャレンジしてみたんですけども、これはしっかり勉強してやらんとうまくできないですね。表面を削ることはできても、なんかガタガタになるんですよね。結局ね、最後は機械で調整してごまかしていきました。でもカンナはマジで難しいですね。刃の出し方から研ぎ方まで本当奥が深い分、使いこなせたらできることがさらに広がりそうな、そんな感じがしますね。ちょっとね、表面のガタガタは許せないところではあるんですけどね。これもこの棚の歴史と思って受け入れましょう。ということでね、苦節1年半、キッチンもね、ようやく使いやすくなったんで、記念にサンマを焼いておきました。いただきます。うまいな。この住み始めた時のことを思ったらね、だいぶ自分が使いやすいキッチンができて、嬉しい気持ちが大きいですね。そしてこのキッチンの横にある物置ですね。ここにふと目をやるとね、いつの間にかここもだいぶ荒れてきてるんでね、久々にちょっと片付けをしましたよ。で、ここはね、薪ストーブ部屋でもあるんでね、これからの時期の居場所になります。そうこうしたらですね、この半分壊れたカラーボックスが目に留まりね、これも直して、ちょっとここに棚を作っておこうかなということになりました。で、これを地べたに置くと湿気の影響も受けやすいし、何よりね、面積を有効に使えてないなと思ってね、これも浮かせて設置してみます。めっちゃ懐かしい肌材が出てきました。失敗しまくった筋交いの切れ端っすね。もうだいぶ昔の話のように感じますね。説明欄にね、リンク貼ってますんで、暇な方はまた一緒にね、振り返ってみてください。でこのボックスの材質がコルクっぽい感じでちょっと弱そうだったんで、下は面で支えてみまして、ただ 100% を支えてないんで、上もこのサポートを入れておきます。いや、めっちゃ片付きますわ。このアリエルなんかね、1年ぐらい右往左往してたんでね、ようやく居場所が見つかったような感じがします。で、ついでにね、側面に昔剥がしたこの床板の切れ端を適当に留めて、フックをね、つけておきました。この棚一つでね、だいぶスッキリするんで、棚ってほんと偉大やなと思いましたね。でもこのスペースだけでね、椅子がこのソファーを入れて5個あるっていうのもね、ちょっと狂ってるなと思うんですけどね。昔はね、キャンプが好きでこういう道具も集めてたっていうことがあるんですけど、キャンプ行くよりも田舎に住んだ方がええやんと思ってね、ここにいるっていうのも一つあるんですよね。そんな感じでね、家の片付けで今回は終わっていきましたが、庭で栽培していた唐辛子をね、ようやく収穫しました。
で、ちょっと調べたらね、収穫の時期ももっと早くでよかったらしくて、収穫量に悪影響しているんだろうなとは思いますけどね。もっとね、いろんな野菜作りたいんですけどね。この豆に手入れできない性格を直したいですよ、本当に。もう草刈りでいっぱいいっぱい。いや、この鮮やかな色が美しいですよね。この赤と緑。でもこの唐辛子をね、庭に来る猿に食わせたらどうなるかとか、ちょっとね、残酷なことを考えたりもしますけどね。そんな感じでね、今回も最後までお付き合いありがとうございました。ちょっとね、地味な話が続いてますが、楽しんでもらえたら幸いです。それではまた。